こんにちは。バドミントンの40代シニアです。そうだ。シニアバドミントンプレイヤー、土井です。こんにちは。ということで、今日から、週1回木曜日、ライブ配信始めていきたいと思います。もうすでに今、2杯目飲んで、3杯目だ。3杯目、焼酎の水割り飲んでます。じゃあ改めまして、今日も一日多分練習した人もいると思います。バドミントン頑張った人もいると思います。はい。じゃあ乾杯ということで。ありがとうございます。今日、今2人の方入ってもらってます。普通に見ていただいているだけで全然大丈夫です。なんかコメントあればチャットでなんかコメント残してもらえたらありがたいです。なんかまあボソボソ独り言語っていくので、そこで突っ込みどころがあれば言っていただけたら幸いです。で今回こうやってドライブ配信始めていこうっていうきっかけになったのが、自分の YouTuber の師匠の方、先輩の方が一人いて、自分よりちょっとチャンネル登録数が多い3000人ぐらいの登録数、収益化もしている方で、その人のYouTube を見ていくと、その方は火木毎週昼間にライブ配信しているのと、あとショート動画をずっと上げてるって感じで、なんかライブ配信面白いよみたいな話を言われて、で自分も今週1、毎週土曜日の9時半に動画を上げて、でショート動画今結構頻繁に毎日上げていく中で、ライブ配信もやっていったら人が来る、あまり来ないなとは思いながらも、来ない中でコメントをちょこちょこと残してもらえたら、それに対してなんかコミュニケーションが取れたら面白いのかなとかって思ったりとか、自分のことばっかりベラベラ喋るのもいいけど、チャットでなんか身の上相談じゃないけど、そういうバドミントンの悩み事とかなんとかかんとかっていうのを語ってもらえる場所があってもいいのかな。でバドミントンの40代シニアだからこそなんか言えることもあるのかなとかって思って、酒飲みながら、40代シニアだからこそ酒飲みながらなんか語り合えるで聞く場所があってもいいのかなと思って、今回ちょっと試しってことでですね、やってみました。一応今日から始めて1ヶ月ぐらい試しにやってみて、でなんかやりそうだなって思ったら、そこからまた引き続きやっていこうかなっていうふうに思っています。はい、そんな感じです。で今から大体1時間、最長でも1時間持てばいいかなっていう感じでやってます。で、今飲んでるのは焼酎の麦水割りいちこ、最近ハマってるいちこです。でそこからハイボールに行こうかなっていう感じで今飲んでます。でなんか特にここではなんやろ、あんまり自分のことも語るのもいいけど、なんか話もらえたらもらえたでありがたいかなっていう感じです。はい。とかバドミントンの40代シニアホームページもあったりとか、自分が今バドミントンのコーチしている会社のトトス北九州のホームページとかなんかを紹介してるんですけど、自分の今までやってきたことの経緯だったりとか、なんかそんなところも少しずつ話していけて、でなんかもう本当こんな人でもバドミントンを仕事にして生きていけるんだなっていうところも見てもらいたいし、こんな人でもバドミントンで全国大会出たりとか世界大会出たりしてるんだなっていうのを見てもらえたらいいかなっていうふうに思ってます。で、そうですね。とりあえず今のところ何のチャットもないので、なんか自分がずっとベラベラ語っていった方がいい感じかなと思うので、そもそも自分が今バドミントンをこうやって頑張るきっかけになったところから話していけたらいいのかなと思ってます。で自分は中学校からバドミントンを始めていって、中学校の部活で始めていって、で高校も普通の高校行ってバドミントンしていって、でなんかその辺があまり
成績がいい感じで出せずに、なんかこう、悶々とした感じだったんですけど、で今に至るところ、経緯じゃない、きっかけにもなるのかな。バドミントンの留学をしていったところから、まず、この道のスタート地点になったのかなと思ってます。21歳の時でしたね。19歳、高校卒業して、3年半、21歳ぐらいの時にバドミントンの留学を韓国にしてきました。でその当時ってバドミントンの留学とかってするシステムがあるわけでもないし、ましてや今みたいに海外とつながるっていうスタイルでもなかったから、めちゃくちゃ留学先を探すのも大変だったんですけど、当時、もともと中国に留学に行く予定、留学行きたいな、中国バドミントン強いだから行きたいなとか、安いから行きたいなとかって思ったけど、中国はちょっと情勢が危ないやろみたいな話になって。で、よくよく見ていったら、韓国がめちゃくちゃその当時、2000年前後ぐらいとバドミントンがめちゃくちゃ強くて、で、留学できるんじゃないかなっていう希望を持って、とりあえずまずは韓国語を勉強しようってところから、韓国語の勉強を、韓国語教室に通い始めたってところです。で、韓国語の先生にお願いして、バドミントンの留学先探してくださいとかって結構ずうずうしいお願いしていて、で、留学先を探してもらう流れを作ってもらいました。で、その時に、韓国のバドミントン協会の事務局の人を先生が探してくれて、でそこでバドミントンの留学できますかって言ったら、韓国のバドミントン協会の事務局の人がたまたま韓国でかなり強豪な大学の教授をしてるっていう話で、じゃあそこの大学に話してあげるよって言ってくれて、でそこからバドミントン留学のきっかけを作ってもらって、それがいつだったかな。2001年の4月ぐらいにそういう韓国とアポが取れて、で、2001年の7月ぐらいに、どんな実力か分かんないから、一回韓国に来て、あなたの実力を見せてくださいっていう話になって、で、その実力によってはいろんな大学だとか、実業団だとか高校とかも探してあげるよみたいな話をしてくれてたんですけど、その2001年の夏に韓国に行って、で、その韓国のバドミントン協会の事務局の人が勤めてる大学に行って、入団テストみたいなことを受けたんです。で、受けていったら、あまりにも実力がなさすぎて、どこも受け入れ先がないだろうから、あなたはとりあえずこの大学でなんとか受け入れますみたいなことを言われて、そこで韓国のバドミントン留学の受け入れ先が決まりましたと。が2001年の7月でした。ちょっとお酒飲みます。で、2001年7月に留学先が決まって、一回こっちに帰ってきて、で、仕事当時やってた会社員をしてたんで、その時の会社を辞めて、9月いっぱいで辞めて、2001年の10月から11月の間に留学の準備をいろいろ進めていって、で、2001年の11月16日から韓国に渡って、韓国の大学でずっと半年間修行していったっていうところから、今のバドミントン生活のスタートが始まっていったっていう感じですと。で、留学生活では結構バドミントン、毎日朝の6時過ぎから朝練習して、1時間半、7時半ぐらいまで朝練習して、終わってご飯食べて、なんやらかんやらして、で、10時から10時まで午前中の練習して、で、また休憩取って、で、15時から18時まで練習して、で、1日が終わるっていうサイクルを半年間ずっと続けていったっていう感じのバドミントン留学でした。だから大学に留学していったっていうよりも、大学のバドミントン部に行ってただけなんで、実質その大学の留学をしているわけでもなく、ただ単に大学のバドミントン部だけ行き来してたっていう感じの生活を半年してたっていう感じです。で、それから、半年間の修行を経て、で、ワンチャン日本で実業団、その当時日本リーグの一部リーグに所属しているベスト電機っていうチームに入れるかな、どうかなっていう夢を持って留学が終わって、バドミントンの留学が終わって、でそのベスト電機の入団テストを受けに行きましたと。で、受けに行ったけども、実力不足だったもんで、それもあえなく落ちちゃって、で、バドミントンの夢っていうか目標っていうのは一旦そこで途絶えましたって感じになりました。
でそこでもうバドミントン一旦やめちゃったのが2002年の、いつだっけ、2003年だな。2001年の11月に留学して、2002年の5月まで留学をして、で、そこから2002年の5月、留学帰ってから、バドミントンの留学帰ってから、実業団のテストを受けて、落ちて、そして、そこから1年間ぐらいはなんか、いろんな実業団どっかないかなとかって思って探して行ったけど、やっぱこう実力が全然ないんですよね。実力がない中でもう探してたけど、全くなかったので、結局のところ、2003年の9月ぐらいに、バドミントンの先輩と最後に大会で試合をして、そこそこいい試合もできたし、ここで一回一区切りしようということで、2003年の9月ぐらいにバドミントン一旦やめてっていう感じになりました。ツナカンさん、お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。今、バドミントンの、自分が今こうやってバドミントンで生活しているっていう、その、取っかかりになるところを今語っている感じです。2001年、当時21歳ぐらいの自分の話を今してます。バドミントン留学からバドミントンやめたところの話ですね。はい。留学から帰ってきて、そうやって1年間他の、実業団のテスト落ちて、他の実業団あるかなとかって思ったけど、なかなか探しきれなくて、で、2003年の9月にもバドミントン一旦やめちゃったっていう話です。で、そこからがもう結構もう修行、バドミントン全くしないで、なんていうんですかね、他でなんか事業を起こして、なんかなんだろう、当てたいなみたいな感じでやってったんですけどね、なかなかこう、鳴かず飛ばずでこう2003年からずっとやって、なんか自営業めいたものをずっとやりながら、2006年ぐらいまで、2年間ぐらいかな、3年間ぐらいかな、生きていきました。もう本当、その日暮らしみたいな生活ずっとしながら、それでもバドミントンの夢ないかなとかって思いながら探しながらですね、やってました。で、2006年ぐらいになった時に、そのバドミントンの留学を仲介してくれた韓国のバドミントン協会の事務局をしてた人が、こんばんは、久米田君、こんばんは、どうも、こんばんは。すみません、先日どうも、LINE ありがとうございます。いや、東京ね、なかなかね、行きたかったんですけどね、今回ちょっと、東京に行くっちゃ行くんですよ。行くっちゃ行くけど、日野市に経由ができないっていうところがあって、今回、東京待ってます。ありがとうございます。いや、行きたいし、シングルしたいんですよね。ありがとうございます。SSS さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。初コメントありがとうございます。そうなんですよ。久米田君の、ちょっと最初の話とちょっとそれるんですけど、久米田君も自由が丘でバドミントンしてる、すごいこう感じのいい子だった記憶あります。で久米田君うちが自分がやってるトトス北九州にぜひ来てほしいなっていうキャラで、高校の時から、久米田君の高校時代の時からずっとバドミントンやってる姿を追いかけてて、なかなか熱いでキャラが濃い子で、絶対この子来たら面白いだろうなっていうのを見てて、で、それで、ちょっとある人を仲介して、日野には行きにくいですね。行きにくいっちゃ行きにくいんですけどね。いや、そうなんですよ。実は来月、グアムにバドミントン大会に行くので、行きは福岡から直行便でグアムに行くんですけど、で帰りがグアムから成田に経由して福岡に戻るんですよね。で、その成田に経由してから日野市に行く時間あるかなとか思ったけど、ちょっとワンじゃなかったんですよね。だからちょっと今回それはちょっと、でも東京って日本の中心に近いから、行けなくないかな。なんかタイミングがあれば絶対行けるところだなと思ってるんで、そんな感じで見たら、そんな感じですよ。久米さん、本当キャラが濃いし、でも一生懸命だし、熱いし、でもなんかこう不器用そうなところは自分とも似てるし、なんかそういうところに共感するところがあって、久米田君絶対うち来てもらえたらいいなって思って、声かけたって感じでした。いつでも待ってます。そうですね、久しぶりにシングルしたいですね。で、お互いこう叫び合いたいですよね、また。一回試合で当たったんですよね。北九州市総合選手権ってやつの1回戦で、なんか1回戦で決勝戦みたいな1回戦でしたねっていうのを、周りの久米田君が当時、自由学科高校だったから、自由学科高校の保護者のお母さんたちが
なんか1回戦が決勝戦みたいでしたよね、みたいな。懐かしいですね。そう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 。なんかデュース、デュース、デュースみたいな感じで俺が最後勝っちゃったみたいな試合だったんですよね。それがもうなんかお互い吠えまくってなんか試合してたっていうやつだったっすよね。そこからのご縁っていう、久米田さん、ありがとうございます。見ていただいて。ってことは東京でも試合に出てんのかな？出てもらえたらいいな。どうなんだろう。まあでもそんなそうね、久米田君と試合してた時期とかも、バドミントンを再開していって35前後ぐらいの時だったのかな。1月半ばには帰省します。じゃあ、トトスに絶対来てください。うん。今、この間それこそ花尾くんとかも来てくれて、動画も上げたけど、花尾くんも来てもらったりもしてるし、幸田くんも練習来てくれてるし、当時なんか関わってる島村くんも辻くんもなんか練習今来てたりもしてくれてるから、島村くんに至ってはバドミントン実業団のメンバーだったりするけど、まあ来てくれてるから、久米田くんの知ってる人も全然今いるので、土曜日の夜ですね、本当に一回来てシングルして YouTube に上げて上げさせてもらって、お互い吠え合う姿を上げさせてもらって、で、まあ、チャンネルに貢献してもらえたら嬉しいです。行けたら行きます。土曜日休みかぶれば。ぜひぜひお願いします。1月半ばですね。お願いします。なんかありがとうございます。まあ、なんだかんだでライブ配信でどうなるんやろうとか思いながらも、なんか形になっているところがありがたいです。どうなんですかね、チャンネル登録数500人ちょいの人のチャンネルでライブ配信とかってしてるのあるのかな？わかんないし。で、自分もなんか、来ないなら、見てる人いないならいないでも、とりあえず独り言喋りまくっていこうかなぐらいに思ってたんですけど、今のところなんか9人の方が見てくれてるっていうのはすごい嬉しいです。ありがとうございます。なんか、ね、LINE からもなんかメッセージ来たな。LINE からも来たけど、なんだろう。なるほど。ありがとうございます。どうしようかな。そしたらさっきのちょっと話の続きから行きましょうかね。いけたら行きます。チャット僕だけで。そうなんですよ。チャット僕だけで、久米田君だけなんですよね。なかなか久米田君ネタばっかり話すと久米田君ばっかりになるので、一旦なんかちょっと話をそらしていって、もう一回自分がバドミントンの、なんか、今週のノックですよ。ノック投げ女子。出た。今週の動画、土曜日に上げるやつ、他の話でどうぞ。ありがとうございます、久米田さん。今週から動画、3連チャンで上げる予定にしているのが、先週の土曜日に撮った、動画、いつもの女子選手から鍛えてもらった動画になります。で、1本目は今週今やってるのが、ノックを、一生懸命頑張ったノックを、ノーカットの、編集あんましない方がかえって面白いのかなと思ったんで、1セット目から6セットぐらいしたのかな、20回とか30回とか6セットしたんですけど、ノックを。で、いつもの女子選手が鍛えてもらえたノックを、ノーカットの編集で出して、実はこんな感じでやり取りしながらやってんだなとか、女子選手ってこんな感じでなんか柔らかい雰囲気の人なんだなとか、で、自分のノックだけじゃなくて、今回のノック一緒に受けてくれてたとか、自分と、多分トトスで一番技術力を高い長尾さんっていう選手と一緒にノック受けたんですけど、長尾さんの上手さとかも見てもらえたらいいかなと思って、まず、あさって出すノック動画は、その1セット目から6セット目までをフルでなんか出してるノック動画になります。で、来週は多分、そこから女子選手のおすすめのトレーニングを終始10分ぐらいですかね、ずっとやってて、みんなで苦しみながら女子選手のトレーニングを頑張っていったっていう動画を出す予定です。だからめちゃくちゃケンケンしながらふくらはぎが死ぬとか痛いとかなんか叫びながらみんなでトレーニングやっていったっていう動画になっています。で、2本目、3本目が、女子選手ちょっと関係ないんですけど、その日にその技術力がめちゃくちゃ高い長尾さんって方とシングルさせてもらって、そのシングル、長尾さんとのゲーム動画を上げて、3本立てぐらいで先週の土曜日の練習の中身を
上げていこうと。某大学のマネですが、ちょっと待てよ。そうなの？マネージャーもしてるのかな？某強豪校のマネージャーもやってるってことなんですかね。女子選手の皆さん。で、女子選手の動画を上げるとすごい動画が伸びるっていうのもあって、今週から3本立てでその女子選手との練習のところの動画を上げようかなっていう感じです。前回一緒に試合したんですけど、試合した動画を上げたら、それが最近の中で今一番伸びがあった動画になります。そうなのって。マネージャーのことですね。そうなんだ、マネージャーもやってんだ。この女子選手はすごい熱いんですよね、やっぱり。どうなんか今、女子選手っていう風に出してるのを、なんかもうちょっとそれキャッチフレーズがなんかあったらいいのかなとか思いながら、女子選手って名前が硬いからなんか違う名前でから伝えたらいいかなとかって思ってます。マネの間違いです。どういうことやろう？マネの間違いです。マネージャーのマネーだよね。ってことかな。はい。で、それを上げていって、これからの動画の予定なんですけど、今週の26日の土曜日、トレーニングはマネです。大学の、そうだね、大学のトレーニングの真似をしたってことですよね。確かそう。結構ハードなトレーニングだったです。で、そのトレーニングの動画を開けるのは9月の2日の土曜日ですと。で、8月の26日には、この女子選手がノック出してくれたノック動画をフルで、ノーカットでずっと出していくと。で、2日にトレーニング。で、そして9月の9日の土曜日からがグアムに大会に行ってる、ちょうど大会の日なので、うまくいけば9月9日大会の動画、そのまま9月9日の夜にグアムの大会風景を動画でお伝えできたらいいかなっていう感じの今スケジュールで考えてます。で、今やっとチャンネル登録数が520人、この2週間で20人まで伸びてもらえて本当にありがたいです。で、1000人に向けて今年中になんとか1000人達成まで向けて、やってるっていう感じになってます。で、新しくこうやってコミュニケーション取る場もいるよねと思いながらも、なんですかね、ライブ配信通して少しでも再生時間も伸びていけばいいかなっていう思いもありつつの、今回のこのライブ配信1回目になってます。ありがとうございます。なんだかんだで30分ぐらいも今経つんですよね。早いんですよね、ライブ配信って。です。で、一応どうしましょうかね。一旦話が途絶えたっちゃ途絶えたんですよね。1時間ぐらいしようかなとか思ったけど、いいのかな。もうちょっと雑談めいてやっても大丈夫ですかね。結構出たり入ったりしてるんで、もうちょっとじゃあ話進めていきます。今は、YouTube のこれからのスケジュールの話をしていって、もともとのバドミントンの自分のやってきた話をもう一回元に戻していきますと、そうですね、そこからどこだったっけ？ 2006 年の話ですね。バドミントンやめてた時期がずっと2003年から5年、2005年、6年ぐらいまでずっとあったんですけど、で2006年になった時に、韓国のバドミントンの恩師、私の韓国のバドミントン留学を支えてくれて、仲介してくれたバドミントン協会、韓国のバドミントン協会の事務局をやってた人が、もうバドミントンのメーカーを俺が作ったから、ちょっとお前手伝ってくれって話になって、わかりましたと。で、それを日本で売りさばけと。わかりましたと。対応があるのでやりますよと。で、そのブランドの名前何ですかってやったのが、トトスっていう、ブランドやったってわけになりますと。で、それが2006年の話です。自分がその人に留学時代以来会いに行って、で、バドミントン一緒にして、で、トトスの事務所とか見せてもらって、で、トトスの協賛、トトスがスポンサーのバドミントン大会とかに帯同していって、こんなんがトトスですよ。今、韓国で売り出してますよみたいなのを見ていて、これだったらバドミントンで生きていけるかもしれないなみたいな、ちょっと浮かれたところもあって、で、そこから2006年の、それが11月ぐらいだったかな。で、バドミントン、トトス日本支社頑張りますとか言って、2007年から自分が、今、その時やってた自営業の細々とした仕事しながら、トトスの日本支社としてバドミントンの用品売り出しますとか言って始めていった2007年になりました。
で、その時の韓国のバドミントンのラケットとかなんだけど、アパレルとかがですね、日本で全く受けなかったんですよね。本当に。あの当時のなんかやつ、今度ライブ配信ある時にでもちょっとなんか見せれたらいいんですけど、なんか韓国が最先端行き過ぎてるのが何なのか分かんないけど、日本はシンプルすぎて、韓国が派手すぎて、本当に日本で全然これ売れるのかみたいな。売れねえよとか思いながら仕入れていって、でもなかなかなんか気使ってみんな買ってくれてみたいな、日本の中で。そんな流れの2007年のトトス、バドミントンメーカートトスのもう出発やったって感じだったんですよね。で、自分もそれで着ながらずっとなんか宣伝しながらやっていて、で、バドミントンも全然自分のバドミントンする時間なかったけど、それなりに頑張って時間をヘロヘロになりながらバドミントンの練習して、で仕事して、物を売ってみたいな、そんな暮らしをずっと2007年から2008年、2009年の間までやっていったって感じです。で2008年はトトスの実業団チームを作っていて、その実業団チームにトトスのウェアを着てもらって、ユニフォーム着てもらって、大会に出ようみたいな感じで出ていったんですけど、何せその検定合格してるユニフォームでもなかったので、トトスが当時。なんで、そんな着ちゃダメよみたいな話なんですけど、ちょっとおっしゃったみたいな。まあ、そんな思い出もあります。でもなんかね、その時にトトスの韓国本社があって、トトス日本支社があって、その韓国本社が交流事業っていうのをめちゃくちゃやってたんですよ。交流事業っていうのはトトス韓国が韓国内でバドミントン大会のスポンサーをして、そこにいろんな国のアマチュアプレイヤーの人たちをわーって呼んで、で、トトス、韓国の国内で世界大会みたいなやつやろうみたいな感じでやってたんですよね。そんなに2、3回ぐらい呼ばれて、こっちから人集めて行って、で、韓国の国際大会に出て、で、盛り上がって終わるっていう、ああいうのがなんかすごい印象深い思い出があって、で、国際交流って面白いなって、いろんな国の人とバドミントンにつながるんだなって、でそういう思いがあって、今に至ってるっていうのもあったりするんですけど、それが本当、トトスのバドミントンブランドやってた時の、なんていうか、ちょっと財産になってる感じで、今にもそれが響きます。2007年から8年の間は、そうやってトトスのバドミントンメーカーの日本支社長みたいな感じで、長ということではないけど、日本支社を担当してたっていう意味で、バドミントンの活動を、自分のプレイヤー活動をちょこっとしながら、販売も頑張りながら、NPO 法人もその時作ってたから、頑張りながらっていう、生活でしたね。2008年までは。で、このままちょっと販売も頑張っていくのかな。でも販売全然俺、営業とかも得意じゃねえしな。実際やりたくねえなとかって思ってて、でも頑張ろうとかって、そんなことを考えながらいた2009年に、2008年のリーマンショックからの流れで、2009年にトトスの韓国本社が突然倒産したんですよ。で、倒産してもう物売るものもなくなったんで、でもトトスっていう名前だけは残ってるからどうしようかなってなった時に2009年からじゃあトトスっていう名前だけは残してバドミントンのクラブ運営的なところの方でこれからちょっと頑張っていこうかとか、なんとか生計立てていこうかとかっていう流れが始まった2009年からの、今の出発点みたいな感じになるのかなに至ります。でこの辺から2009年から2014年までが結構いろいろ大変で酒飲みながら語ったらあんまりなんかいい話にもならないところがあるのでこれはちょっと一旦省いていってで2013年からまではそのバドミントンの仕事一本で生活してたわけじゃなくっていろんな仕事しながらバドミントンは副業的な感じだったんですけど2013年の4月から2014年の4月の1年間かけてバドミントンの仕事となんかバドミントン以外の仕事をスライドさせていって、で、その1年間で2014年の4月にバドミントンの仕事を専門にして、他の仕事は全部やめて、で、今に至るっていう感じになってます。今に至るって言っても2014年から今に至るまでも結構いろいろ変貌はあったんですけどね、バドミントンの仕事をするのはこの中でも10年目ぐらいにはなってくるって感じです。で、バドミントンの仕事してて思うのが、これはなんか伝えた方がいいなっていうところで、
バドミントンの仕事でザクって言うけど、いろんなこうバドミントンの仕事のジャンルがあって、何でもかんでもバドミントン好きならできるかって言ったらそうでもないんですよね、やっぱりね。自分はバドミントンのメーカーやって、あんな物を売るとか、営業に回るとか、これは無理だなって、やりたくないなって思って、やめて正解って感じだったです。で今や自分がやってるバドミントンの仕事っていうのは大半が初心者、初級者の方の、レッスンだったりとか、教室だったりとか、パーソナルのレッスンとかっていうのをやってるんですけど、一番これが性に合ってるし、なんか楽しいし、充実感があるなっていうふうに思ってます。人によってはやっぱ教える対象者とかもあるんじゃないですかね。こう好き、得意苦手とかあるんじゃないですかね。自分はなんかあんまりこうがっつり系のバドミントンチームとか、高校の部活動、中学校の部活動とかなんとか、そういう方は向いてないですね。向いてない。全く。一時そういうこうなんかチーム作ってやってたけど、なんか本当もうやめて正解今になって思うところです。今は本当、実業団の監督も違う人にやってもらってるし、自分はなんかこう、下の本当こう、普及活動とかをやってる自分でよかったなっていうふうに今思ってます。バドミントンの仕事するってなんか本当もう、この10年の中で最初始めていったのが、高校生とか中学生とかになんかバドミントンを教えるっていうところが、一番が自分が心残りだった時代だったからこそ、その子たちの中高生たちにしっかり教えてあげたいっていう思いがあってやってたんですけど、それよりも、なんて言うんだろう、初心者教室とかをたまたま教える機会があって、で、そういうがっつり系の中高生のなんか部活でがっつりやりたいっていうよりも、初心者系の人たちを教えたときに、こっちの方が俺なんか楽しいなと思ってきたして、でもやってみないと分かんないですね、この教える対象って本当に。昔はなんか、俺はどっちかっていうとアスリートでとか、なんかがっつりやりたい体育会系でとかいう方のに傾聴があった自分だろうと思ってたのに、案外こうやっていくと、初級者、初心者の人たちだとかが、子供たちでもこう全然しっかりバドミントンのチームに入ってやるとかいう人たちよりも、まずは初めてバドミントンの楽しさを知りたいですとかいう人たちに伝えていったりする活動がやっぱ好きだなっていうふうに思って今やってますね。うん、まあ、自分もそれって振り返っていくと、なんだろう、あんまりそうやってがっつりしたところでやってなかったんでしょうね。なんか、動画見ていくと、なんか土井さんめちゃくちゃしゃかりきになって、年取ってるのによく頑張ってますねって見えると思うんですけど、そんな昔からこんなんやってたわけないんですよね。ないんですよね。そう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 。なくて。で、今になってこう、なんか一生懸命頑張ってるって感じなんですよね。うん。で、なんかこう自分がこう伝えたいところっていうのは、なんか話がいろいろ飛ぶんですけど、だから自分はあんまりこう子供時代にあんまりアスリート的にがっつりさせるってがっつりするっていうよりもやっぱ先を見ていったら大人の時代の時間の方が長いから大人の時にこうバドミントン楽しめれるように子供のうちにこう投資してもらえた方がいいのかなというふうに思うんですよね。あんまりにもこう子供時代に一生懸命させすぎてもうバドミントンやめますとか運動しませんとかやりたくないですっていう風なモチベーションになるよりも子供時代になんか緩く関わってもらって、親しんでもらって、大人になってもこう続けていって、で、大人からでもずっと楽しめれるような環境を作っていくのがなんか自分はいいかなとも思うし、うん。だからなんか柔道とかだったら世界性、じゃあ小学生の全国大会廃止しますとか言ってるけど、ああいうなんか感じは自分はすごいこう賛成する方になっちゃいますね。あんまりこうなんか小学生のうちからとか中学生のうちからとかってがっつりこうさせたりするのはどうかなっていうふうに思います。うん、なんかね、小学生のうちはもっと遊んだ方がいいんじゃないのって思ったりするんですけどね、家族の思い出残したりとか、土日はどっか遊び行ったりとか、どうなんですかね。自分がなんか子供の頃にそういう思い出が少なかったかなって思うけど、なんか結構日本の人たちってこう土日ももう犠牲にしてバドミントン頑張ったりする人多いけど、
じゃなくていいんじゃないですかね、なんか。まあ、話がなんかちょっと飛んじゃったっすけど、そんなことをなんか思ったりしてます。あんまりこうなんか今回コメントが少ないので、なんか喋るのもなんかこう喋りすぎるのもよくねえなって思ったんですけどね。なんか、今7人の方見てもらってるんですけど、なんかないですかね、話。こう喋りすぎてもなんかねっていうのもあるんですけどね。話振ってもらえるとありがたいです。ちょっと待ってみましょうか。マネージャーじゃないですよ。なるかな。まあでも、なければないでもいいのかな。一応1時間ぐらい見てたんですけど、こんな感じで、週1回、とりあえず木曜日の夜に土井が現れますと。で、なんか来た、ありがとうございます。土井さんの憧れの選手を知りたいって。憧れの選手って誰なんだろう。そう言われてみたら誰なんだ誰なんだありがとうございます。そう言われてみたら誰なんだろう。憧れの選手って誰なんだろう。下上さんとかですね。知ってんのかな、下上さん。YKK 九州の下上さんとか、パッと今思い浮かんだんですけど、なんかこう、昔の2000年代、2000年前後ぐらいにいた有名な選手で、男性で、あんまりこう背も高くない小柄な人、シングルスオンリーの左利きの人っていう、なんか、めちゃくちゃキャラが被るやんって思ってたりすると思うんですけど、なんかお子さんとかがめちゃくちゃ強い方なんですよね。で、プレイ実際にはそこまで見たことはないけど、そのキャラ自体がすごいなんか、かっこいいなって思ったりしてた憧れの選手、お一人にはなると思います。まあでも、地元の中でも言ってみたら森かおりさんなんかは憧れですよね。やっぱ同じ年で隣の中学校でオリンピックに行って今でもなんかいろんなとこ講習会に行って活躍してるとか、森かおりさんは本当そういう言ってみたら憧れの人かもしれないですね。はい、ありがとうございます。で、ちょっと話戻して、で、こうやってライブ配信を一旦週1回やっていきます。何もなければ自分のこうなんか独り言があって話すぐらいになるんですけど、やっぱやってみてもコメントがあった方がやりやすいですね。なんかずっとベラベラ喋るのも喋りにくいところありますよね。なんか2001年から2014年今ぐらいのやつをめっちゃはしょってなんか歴史喋ってみたけど、その中にはもっとなんか本当はなんかあったりして、本当にいろいろあった中でやっとここまで来たよっていうところ話があるんですけど、話しにくいですね、なかなか。なんで、週1これから1ヶ月間、9月の末ぐらいまで今からやっていくので、もしなんか40代シニアに質問事とか、なんか話触れることがあれば、話してもらえたらとっても助かります。ありがたいです。ありがとうございますって感じになってきます。じゃあ一応今日はそんな感じで第1回目のライブ配信終わりにさせていただけたらということで、はい、終わりの流れになります。じゃあ今週の土曜日も動画を上げていきます。お姉さんって言ったらあれだな、女子選手のノック動画、結構見応えがあると思うので、ぜひ見てください。で、その次の週もお姉さんじゃなかった、の女子選手のトレーニング動画、ぜひこっちもきつかったので見てください。でそこから次は、ゲームの動画があったりとか、グアムでのバドミントン大会の風景とか送っていきたいと思いますので、ぜひ見てください。そしたら、また来週の木曜日、こんな感じでよければまた来ていただけたら幸いです。またお会いしましょう。今日は一日ありがとうございました。失礼します。終了。